こんにちは、アンナスです。今日はブランケットステッチのいろいろな刺し方の説明をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。今日はブランケットステッチのいろいろな刺し方の説明をしようと思います。バリエーションは世の中にたくさんあるんですけど、私が実際にやったことのある、バリエーションの説明です。まずこの本で結構やってるんですけど、ワードローブを彩るアンナスの刺繍教室の本の中にブランケットステッチっていうページがあるんですね。で、基本的なやり方と、あとこの丸くするとお花みたいで可愛いですよみたいな説明が載ってるんですけど、これのやり方と、あと私がすごく愛用している自分で作ったピンクッションがあって、これもブランケットステッチで周りをお花みたいに囲ってるんですけど、これのやり方とかもちょっと説明しようかなと思います。ではブランケットステッチの説明をします。まずこの1だし2で3だしみたいな、この形があるんですけど、最初これをやるんですね。でこれをやるとこの L 字になるんですね。でブランケットステッチって割と端から順番にこうビシッとやっていきたいんですけど、この通りにやると最初が1本上にこうニュって出た状態で始まるっていうことなので、これを解消するためにはいろいろやり方はあるんですけど、ここの説明欄を見ていただくと、その最初のニュってなってるこの幅をもうできるだけもうすごいちっちゃくして、ちっちゃい逆 L 字みたいにして、その後普通のこの幅、同じ幅でやっていくっていうのと、もう一つは縦にストレートステッチ1本も入れておいて、2つ目からブランケットステッチをやるって方法と2つ私はあるんですけど、とりあえずちょっとやってみますね。6本取りでやります。でブランケットステッチはもう最初玉留めでいいです。よくサテンステッチの時は並縫いしたりするんですけど、で、見本にあったようにもうできるだけ短くしてやるやり方は、もうここの距離をできるだけ小さくして、でこうですね、こう入れてかけて上に引っ張る。もうほぼストレートステッチ状態なんですけど、でまた次でまた次って感じで繰り返します。もう一個ぐらいやっておきます。で終わらせる時は外側に刺すとこれで止まります。で玉留めをして切ります。でまた、糸がなくなったっていう設定なんですけど、新しい糸を出したら、同じですね。最初ちょっとこの玉留めが邪魔なので、この辺ぐらいからこの角のところから針を出して、でまた針はもう縦にしか入れないんですね。続きをします。っていうのがまず一つ。はい、ちょっと書いてなかったので今書き足しました。ストレートステッチを入れる方法は、とりあえずストレートステッチ上からでも下からでもどちらからでもいいので、こうやって入れて、でこの際から出して、あと同じですね、縦にこうやっていきます。で糸かけて逆 L 字をずっと作っていくんですけど、こういう感じでやっていきます。
で、綺麗に見せる方法ですね。ブランケットステッチっていうのは、パッと見た時にこの足の長さっていうんですか、ここの高さが揃ってると綺麗に見えます。で、この幅が多少広かったり狭かったりしてもそんなに気にならないんですけど、ここの縦の長さがビヨンって急に長いのがあったり短いのがあったりすると見ていて美しくないので、そこは必ず気をつけるように、できるだけちょっと短かったですね。できるだけ長さを揃えるようにした方が見栄えは綺麗です。これで外側に刺すというのが基本のブランケットステッチです。で、先ほどお見せしたワードローブの本があるんですけど、あれはこうブランケットステッチを丸く刺してるんですね。で、丸く刺すのも、あるんですけど、それの応用編としてこの半円をちょっとやってみようと思います。多分このピンクッション作りたい方が結構いらっしゃったので、これの説明をちょっとしたいなっていうのもあったんですね。で、これは3本取りなのでちょっと本数を変えます。なんか自分で図案を描く場合、ちょっとどこかで試すといいですね。3本取りだとこれぐらいの小ささなんですけど、今上は6本取りでやったんですね。で、6本取りの方はちょっとやっぱ図案が大きくなってるんで、どっかこういう歯切れで一回この長さだと6本取りがいいかな、3本取りがいいかなみたいなのは、自分で図案を描く場合はちょっと試すといいと思います。はい、ではこの半円の作り方を説明します。で、この半円はこのピンクッションのここなんですけど、このピンクッションの図案は、毎月の刺繍っていうところに図案が置いてあります。ファンボックスっていうサイトがあるんですけど、そこにあります。で、まずここですね。ここから端から出します。で、ちょっと中心は書いてないんですけど、中心わかんない方はここちょっと点って入れておくといいですね。で、まずこれはこの2段目のやり方のストレートステッチを最初に入れるっていう方法を使います。でないとちょっとこれだとやりづらいですね。で、また上から出して、で、この真ん中の点っていう場所は同じ穴でいいです。だから同じ穴に何回も刺すことになるので穴が大きくなるんですけど、それは気にしなくていいです。大きくなっても別に問題はないです。で、これで一つできましたね。こうやって放射状にできるだけ幅は同じ方がいいんですけど、多少大きい小さいできても大丈夫です。これでブランケットステッチを放射状に刺していきます。こんな感じですね。このままずっとぐるっと一周やるとワードローブの方に載ってるようなお花みたいな形になるんですけど、今日はこっちのピンクッションの方を作るので、これで一旦針を終わらせます。これで1個できました。で、また改めてここにストレートステッチを作っておいて、でまた放射状に入れていく。なんかやってると多分本数感覚的に決まってくるとは思うんですけど、今、1,2,3,4,5本ブランケットステッチと一番最初にストレートステッチが1本入ってる状況なんですけど、丸くなれば別に本数はそこまで気にしてないので、なんか6本とかになってもこの半円のこの丸い部分が綺麗にできてれば本数多少1本増えたり減ったりしても OK です。で、これでまたここ外に留める。これの繰り返しでずっとやっていくとこんな感じになります。で、ブランケットステッチもできれば下書きというかこういうある程度形
この縦の線とかこういう半円の形の図案はある程度作っておいた方が仕上がりが綺麗なので、何もないところにいきなりやるっていうのも全然ありだとは思うんですけど、下書きちょっと作っておくとだいぶいいと思います。でちょっと応用編というか、多分皆さんこういうハンカチとかの端っこにブランケットステッチやりたいなって思われる方が多いと思うので、それもちょっとやっておきます。もうやることは同じですね。さっきのこのブランケットステッチをやっていくんですけど、これで6本取りで、なんか全部やるのもいいですけど、もうこうやってハンカチって畳んで使うので、この端からここの L 字のこの部分だけやるっていうのでもいいと思います。私はなんかあんまりたくさんしない派なので。でこれちょうどストライプの生地なので、この幅がちょうど使えるんで、ここの赤と白の境目をこの高さとして使おうかなと思います。ここはあれですね、この上の段のやり方でいいかなと思います。多分そこまで上でやっても下でやってもハンカチの場合はそこまで気にならないと思います。で枠しなくていいです。もう端っこなんで。で、縦に1本入れますよね。この縦に入れた時に上はもう刺さないんですね。下だけ刺して、上はもう空中に浮いた状態で糸をかける。で引っ張るとこうブランケットの L 字ができますね。ちょっと白だから見づらいですね。でまたここ刺してるのは1箇所だけです。上は何も刺してないです。でまたかけて上に引っ張るっていうのを繰り返します。だから糸は私右利きなんで左から右に行ってますけど、左利きの人は右から左になんかこっち側から進むと糸がかけやすいですね。なんか糸も上にふわっとさせておいて、そしたらいちいちかけなくていいので、こうしてできれば幅を揃えるといいんですが、揃ってなくてもそこまで多分気にならないと思います。ちょっとたまに糸が布がつったりしてるんで、たまにちょっと見てまっすぐにならしてもらって、こんな感じでずっとやっていくと結構可愛い感じに仕上がるんじゃないかなと思います。ちなみにこの刺繍は土曜日の YouTube ライブで刺繍したハンカチですね。ずっとこうやってきたんですけど、角まで来ました。一応ちょっと角の説明もしようかなと思います。角は今ギリギリまで来て、あと一目作るともうここになってしまうなっていうところまで、来たらちょっと止めて同じ穴に刺します。でブランケットステッチを作るんですけど、さっきのこのカーブのやつですね、これに近いやり方で同じ穴に刺してこの角をまず作ります。でまた同じ穴に刺して次の横向きにしていきます。だからちょっとここ指でうまいことやってもらって、こういう放射状になるようにセットしてください。でまたこれで続きをやっていきます。で幅がわからない方はちょっとこう定規とかで印をつけておくといいと思います。はい、これ糸が短くなった時にどうするかっていう話なんですけど、このままここに玉留めをすると上にピロンと出てきてしまうので、このハンカチの三つ折りの中に一回ちょっと裏の糸だけ裏の布だけ薄くすくってください。
これで糸がちょっと裏側に回ったと思うんですね。これで玉留めをします。で、玉留めができたらもうこれでギリギリで切って大丈夫です。で、新しい糸を出したらさっきの糸の継ぎ方と同じで、なんか玉留めですね。玉留めをどこで作るかで裏にできるだけ作るようにしたいので、裏に来るようにちょっとセッティングしてもらって、で玉留めをしたらこの糸のこの向かって左の方から針を出して、そしたらもうなんか続きみたいな雰囲気になるんで、これでまたやっていきます。はい、ではこの部分だけやっただけなんですけど、すごい可愛くなりましたね。こんな感じでいろいろ半円にしたりとか、こういう感じでハンカチの端にちょっとやったりとか、ちょっと何か手を加えるととっても可愛くなるので、何か作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。